こんにちは、トバログです。今回はですね、毎月恒例なんですけども、最近買ったものと、あと今回はね、手放したものをちょっと紹介していこうかなと思います。春になってね、いろいろと新生活で必要なものとか出てくる時期だと思うんですけど、あんまりね、ガジェット的には最新ガジェットたくさん出てるわけじゃないので、前からちょっとこれ欲しかったなみたいなやつだったりとか、あとどっちかっていうと結構生活的なね、雑貨とか道具みたいなのを買っているので、その辺をね詳しく紹介していこうと思います。それでは早速いってみましょう。はい、というわけで早速紹介していくんですけども、まずは Apple のイヤーポッツですね。これに関してはハードオフとかね、ジャンパラとかああいう中古ショップをね巡っては見つけて、それですごい安くなっていたら買うっていう定番のねアイテムなんですけども、これもね今月2つぐらい購入しています。ちなみにねこれは1個、こっちはねジャンパラで500円で最近購入したもので、こっちはハードオフかな、多分ハードオフで1個800円ぐらいで買っていて、1台1000円以下、800円とか500円ぐらいだったら見つけたらね買うようにしている感じですね。あんまりトバログでは紹介してきてないと思うんですけども、イヤーポッツめっちゃ使うんですよね。結構ね机の引き出しの中にも必ず1個は入っていたりとか、あとはポーチの中にも忘れないように必ず1つこの辺にね入れて、こんな感じで持ち歩いてるっていうもので、こういう有線イヤホンっていくつあっても本当にいいので、見つけたら買うようにしています。普段はね PC に接続をして動画編集したりとか、あとこういうゲーム機にこのイヤホンジャックとかがついているので、このゲーム機でねちょっとレトロゲームみたいなゲームボーイアドバンスウォーズ1、2をやってるんですが、最近はこれで使ったり、あとはゲームボーイ自体がね MP3 プレイヤーになって、これで音楽が聴けるみたいなのがあるんですけど、これをこうやって挿して使うとかも結構ロマンありますよね。このイヤーポッツのいいところは、基本的に世界中ほとんどの人が AirPods を含めてこういう系統のね音で聞いているっていうのが一つなので、ちょっとね動画編集をする時に音を作るとか、そういう時はね結構リファレンスとしてこれを使ったりしています。このイヤーポッツってもともと iPhone に付属してたんですよ。それゆえにユーザーがめちゃくちゃ多くて、かつバルク品というか、これ単体でね付属していたものがめっちゃ安く買えるっていう、もう正直コスパ最強なんじゃないかって思うぐらい安く買えるので、これはね本当に見つけたら買っています。本当に日常的に毎日使ってるんですけど、バッテリー持ちとかね、その辺なくす心配も少なかったり、なくしても価格が安くて買いやすかったりとか、その辺を含めてね、ついつい見つけたら買ってしまうっていうアイテムです。余談なんですけど、このトバログペーパーにも実はねこのイヤーポッツに対する思いとか、なんで買うのかとかも載せさせてもらったりしています。この本もね5月中には発売できると思うので、頑張って作っていきます。はい、続いて紹介していくのはじゃんとこちらのシェルフですね。これに関してはね前回も動画で紹介したんですが、すごく気に入っています。こういう感じのちょっとね見せる収納兼がっつりね本棚みたいになる収納って実はあんまりいいなと思うのがなくてですね、結構もう2年ぐらい探してたのかな。ハーマンミラーとかヘイとかモンタナとか、ああいうね、ちょっといい感じのブランドはもちろんなんですが、ニトリとか無印とかいろいろ探し回った結果、最終的にIKEA にこんなにいい感じのやつあったっけっていうので見つけてしまったのがこれですね。いろいろ見た結果、本当に最終IKEA にたどり着くっていうところなんですけど、これはねイエテスタっていう外部のねデザイナーさんがしっかり入って作られているシリーズのシェルフですね。横が120センチで縦が80センチぐらいのやつを2つ使っていて、詳しくはね別途動画で紹介してるんで見てほしいんですけども、何がいいってこの白い軸、これ金属製のサラサラとした軸なんですけど、これとこのね木のこれバンブーなんですけど竹製のこのシェルフ棚板部分が合わさっている、この見た目がすごい好きなんですよね。トバログの部屋は結構無機質なものが多かったので、ちょっとね雰囲気を変えたいと思って取り入れているんですけども、意外とこういう雰囲気のシェルフってあんまりないんじゃないかなと思います。で結構こういうデザインがいい感じのシェルフって割と華奢なものが多くて、こういうね
なんか本とかがっつり入れようとするとちょっとねなんか耐荷重が足りなかったり、あとすごい揺れるみたいなのがあると思うんですけど、意外とこのシェルフの場合は耐荷重もね1枚あたり25キロあって、でかつこの軸もね割としっかりしてて、この地面に対しての歪みにも合わせられるものなので、結構ね揺れにくいっていうところがすごいいい感じかなって思ってます。しかもこういうねガジェットとかちょっとしたインテリアみたいなやつ、あとは前回の動画とちょっと変わったところで言うと、こういうねゲームのスタンドとかをこっちの 3D プリンターで作っていて、こんな感じでいい感じにレイアウトしてみたり、こういうなんか見せる収納っぽいところがすごく楽しいですね。見た目的には本当に高そうに見えるんですが、 IKEA なので1台あたり2万円ぐらいで購入できるっていう、そこのね価格的にもすごくいいし、耐荷重とかあと見た目もいいしっていうところで、これはいいなと思っています。今月買ったものですね。詳しくは動画で紹介しているんで、そっちをねぜひ見てください。はい、続いて購入したもの、こちらはすでにね動画で紹介してしまっているんですけども、シグマ BF というフルサイズミラーレスを購入しています。詳しくはね動画で撮った方を見てほしいんですが、この見た目、やっぱ見た目一点集中で、ちょっともうビジュアルを見た瞬間に予約をしてしまうぐらい、ちょっとねこれは欲しいなと思ったアイテムですね。今回はねこのカメラ、このカメラ部分本体と、あと同時期に発売された同じ色のこのシルバーのレンズ 35mm を購入して、今はこれをね使っています。このボディの質感めちゃくちゃいいんですよね。金属を削り出して作られたボディなので、すごくね重厚感もありつつ、この手に持った質感もすごくね高い感じが気に入っています。意外と真四角でね持ちづらそうに見えるんですけど、この背面とかにはね親指で支える部分があったりして、意外とこのぐらいのレンズとかだとすごく使いやすい印象ですかね。で写りはどんな感じかっていうと、こういうところです。正直ね撮った感じだと1世代2世代前ぐらいの、カメラのねよくある感じのセンサーかなっていう、α7-2 とか3とかね、あの感じのねイメージにちょっと近いかなっていうところではあるんですけども、自分でね色を編集したりとか、あとカラープリセットみたいなのも入ってたりするので、その辺でねいじっていくことで、普通に持ち歩いていて楽しいカメラとなるかなというところです。でこの見た目もいいんですけど、使ってみた感想としてはやっぱ操作がすごい楽しいですね。今までのカメラとかと全然違うんで、カメラのイメージをねして使うと、なんかこれ変な感じみたいな、ちょっとまどろっこしいなって思うかもしれないんですが、ちょっとね設定をすごい追い込むっていうよりかは、さらっとねその辺を撮るとかだと逆にねシンプルですごく使いやすいなっていう気がしています。ダイヤルは1つしかなくて、この小窓にダイヤルで今ね設定している項目とかが出てくる感じですね。今 ISO 感度なのでこんな感じで ISO を変えたりとか、でこうやってね操作したい場所にこうやってねオートかどうか選んだりとか、その辺をねこう変えていくっていうスタイルになっています。自分でねこうやって写真を撮りたい時とかに結構ね操作がだいぶ速くなってきて、この辺がしっくりきてくるとすごい楽しいなって思わせてくれるカメラかなと思います。詳しいレビューはね本当にもう少し使ってみないとわからないところではあるんですが、毎日持ち歩いていて楽しいカメラっていうところは間違いないです。ただ手ブレ補正あったらもっとレンズの幅広がるなとか、あとBluetooth かせめてね有線でマイク接続ができたら、これ結構動画もね結構綺麗に撮れるんですよ。なので動画とかももう少しなんか楽しく使えそうだなとかあるんですけど、この辺はねファームウェアアップデートである程度改良されていくと嬉しいかなっていうところですかね。そんな感じですね。もはやレビューするのもちょっと野暮に感じてしまうような、そういう一線から離れたカメラっていう感じがしています。でそれと合わせているこちらもね購入したものですね。これは Objects.io のカメラ用のハンドストラップなんですけど、これはねやっぱこのシグマ BF と合わせた時に完璧なスタイルかなって思います。個人的にもともとねライカのネックストラップとかも使ってたんですけど、ハンドストラップもね最近発売されたんですよね。これ見た目は結構細身なんですけど、割とねこの肉厚な本革が2枚こう
縫い合わさってる感じになってるんですよね。ここにちょっと縫い合わせてあるので、すごくね手に持った時のこのクッション性が高いです。これの場合本当にマットな質感のホワイトなので、シグマ BF のこの本質的な金属というか無垢っぽい金属と合わせるのにすごいなんか素材感がマッチしてる気がします。カラーだけじゃなくて素材がねしっかりとマッチしてくれるストラップって実はあんまりないんじゃないかなと思っているので、僕は純正のストラップよりもこっちをね選んでいるって感じですかね。でこれをこうぶら下げてこう取っていくっていう、そんなスタイルです。はい、続きましてもうねちょっと使い込んじゃってはいるんですけども、ハリオのステンレス製の金属フィルターを最近新たに購入しました。結構ね朝は家でコーヒーをね自分でこう豆からひいて電動のやつでひいて入れるっていうのをやっていて、朝ねその日の気分によってちょっといろいろなところで購入した豆とかこんな感じでなんかね味の違うコーヒーをその日の気分で入れるとちょっとテンションが上がるっていうところでやっているんですけども、基本的にはペーパーフィルターって言って紙のねフィルターを使ってやってたんですけど、ちょっとなんか味変というかオイリー感が欲しいなと思って最近ステンレスのやつを導入しています。っていうのもなんかねスターバックスのロースタリーとかリザーブとかちょっといいスタバに行くと抽出方法でクローバーみたいなやつで抽出してくれたりするんですよ。それはなんかこうエスプレッソに近いような感じなのかな、なんかあんまり詳しくはないんですけど、豆のね油分とかをこさずにそのままダイレクトにねなんかドリップしてくれるっていうところがあるみたいで、ドリップなのかもわかんないんですけど、そういえば金属フィルターとかもこれだったらなんか油分も直接ボトボト落としてくれるよなと思って、またちょっとペーパーフィルターとは違う味わい楽しみたいなと思ってドリップ型の僕はこれをね新たに購入したっていうわけですね。金属フィルターはいつもとね同じ豆の量お湯の量でもペーパーフィルターとはね全然味が違くて、これは一つね学びでしたね。なんか例えばこういうねちょっとロースタリーとかってなんかいい感じの香りの豆とかよく売ってるんですが、これちょっとこだわった豆とかだと香りとかね油分がすごいダイレクトに舌に伝わってくれる感じがあるので、めちゃくちゃこのペーパーとステンレスで味の方向性が変わる気がしています。結構ね濃いめのシナモンロールとかクロワッサンとかああいうパンとかとね一緒に食べるときは結構このステンレスのやつで入れると美味しいかなっていう気がしてますね。アイスコーヒー作ったり、コーヒーに関しては別に詳しいわけじゃないんですけど、毎朝ちょっとねテンションを上げて朝を迎えるためにいろいろ豆を買って入れ方とかもね試してみたりしています。ちょっとそのうちねやっぱフレンチプレスとかあの辺もね試してみたい感じはありますね。はい、続いてはですねちょっとニッチかもしれないんですけども、PC ゲーム最近モンスターハンターワイルズをよくやってるんですが、それをね快適にプレイするためにこのコントローラーグリキッド KK3MAX っていうのかなっていうやつを購入しています。もともとね Xbox 用のコントローラーを使ってたんですけど、 Xbox 用のコントローラーってこのボタンがめっちゃカチカチするんですよね。こうカチ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 ャみたいな、すごいカチャカチャ音がするんで、家族が寝静まった後にワイルズをねちょっとプレイしようみたいな時にちょっと音が気になって集中できなくなっちゃうんですよ。なのでヨドバシカメラ秋葉原店で、あらゆるコントローラーをこうねカチャカチャ試した中で一番ねこのよく使うボタンがすごい静かであろうこちらを購入したっていうわけです。どのくらい静かかっていうと、よいしょ、続いて Xbox のコントローラーはこの感じ。続いてスイッチのプロコン、もう一回これ、っ
っていう感じで相当静音性が高いんですよね。なので子供寝かしつけた後にベッドでねちょっと AR グラスと装着してこれでねプレイするんですが、これだとねちょっとうるさすぎるかなって感じだったんですが、これだと本当にね寝ててもそこまで気にならないっていうところがいいところかなと思います。ちなみに売り場にあった、数十種類の中でもう一つね静音性が高かったのが PS5 のコントローラーだったんですが、こちらを選んだ理由としてはまずねペアリングがかなりマルチでいけるっていうところ、同時に何台ぐらいまでペアリングできるかわかんないんですけど、こんな感じで Bluetooth でもねそれぞれ Mac とか Windows とか Android 最低3端末ぐらいは接続できて、しかもこれいいのがレシーバー接続でも使えるので、デスクトップ PC にはこれを挿しておいて Android で Steam リンクとかするときはこっちのね Bluetooth を接続するみたいな、そこのねその辺がすごくシームレスなところもすごくいいです。しかもこれ結構良さそうなのが、あんまり使いこなせてはないんですが、背面にもね4つぐらいボタンを追加することができるんですね。この辺ねキーマップできるのかちょっとあんま分かってないんですけど、ワイルドとかで視点のね左右の移動をここに割り当てられたらめっちゃ楽になるなとか、その辺をね思いながら使っています。まず僕の場合はすごい静音性と、あと見た目のこのシンプルさっていうところが気に入って使っています。はい、続いてもこの間紹介したばっかりなんですけども、無印良品の立体ポーチシリーズはもう何個あってもいいっていうところでちょっとね購入してしまっています。このシリーズね好きなんですよね。何が好きかっていうと、これもね動画でも紹介してるんですが、やっぱこの立体感のあるメッシュポーチっていうところで、しかもね結構肉厚なんですよ、このメッシュの素材感が。なのでこういうメッシュポーチって結構安っぽくなりがちなイメージなんですけど、その辺がねそんなに安っぽくない、なのにそれなりに安く買えるっていうところがやっぱいいかなと思います。で結構最近街のあるものを持ち歩くことが多くて、こういうティッシュとか、ハンドクリームみたいなのとか歯ブラシとかそういうのとかもこれにねこうガサッとひとまとめにしておけるし、人によっては多分ねガジェットポーチとしても使えるような感じなので、このスタイルはすごくお気に入りです。なんといってもやっぱカラー、この絶妙な真っ白でも真っ黒でも濃すぎるグレーでもないライトグレーっていうところがやっぱね買ってしまいます。無印良品のこれ開発してる人、カラーバリエーションを作ってる人とかは本当に最高です。ありがとうございます。これが S なんですけど M サイズも買っていて、 M サイズの方は自作キーボードですよね。こういうちっちゃめのキーボード、意外とねこのキーボードが入るサイズのポーチってそんなに多くなくて、微妙にね縦が余ったりとか横が長すぎたりするんですが、この M のポーチだと、それなりに余り感はあるんですけど、一応ねこんな感じでスッと入ってくれるっていうところが気に入っています。一緒にこういうケーブルとかねタイプスティックスとかも持ち歩いていて、これ忘れた、これ持ってきたのにケーブルないみたいなことはね極力ないように一つにまとめていますね。まずはこの色の見た目と統一感がカバンの中で出来上がるこのスタイル、そして価格と素材の安っぽくないところがすごい気に入っています。はい、続いては毎月恒例の今月買った本なんですけども、最近はねこのストックホルムデザインラボっていうスウェーデンのデザイン系のね会社が出している事例集みたいなものを購入しています。1998年から2019年までで手掛けたねいろいろな事例が載ってるみたいですね。ストックホルムデザインラボはデザイナーとかデザインにね携わってる人だったらすごい有名な会社だと思うんですけども、恥ずかしながらね僕は最近知って、シグマのねリニューアルリブランディングの件で初めて知って、こんな会社あって、しかもこんなかっこいいデザインとかを出してるんだっていうのでねちょっと感銘を受けたので、もう少しねこういう世界も知ってみたくて購入してしまったっていうわけですね。このトップページこれすごくないですか。これアスクルなんですよ。実はねアスクルとか、あと身近なところだとサムスンとか IKEA とかもねリブランディングをここの会社が手掛けているみたいですね。事例集でしかも英語なんですけど、これなんか写真をねこうやって事例をペラペラめくってるだけでめちゃくちゃ面白いんですよね。例えばこういう風にロゴだったりフォントだったりデザインのアセットをね作っているページもあるんですけど、こういうグラフィックデザインなやつもありつつ、シグマの時もすごい印象的だったんです
ですけど、こういうねパッケージのジャンル別の統一感みたいなのとかが結構印象的ですね。いろいろと単純にこう白背景の物撮りの参考にもなるし、こういう風にこのなんか動画の中でこんな感じで文字を置いたらかっこいいなとか、そういうインスピレーションがめちゃくちゃ受けられる本ですね。これはこういうのとかめちゃくちゃ好きなんですよね。かっこいいなって思いながら、本当にね万人受けするとかそういう本ではないんですけど、1個本棚にこれがあると図鑑のようにペラペラとめくって、なんかねインスピレーションを受けてこう自分の創作活動に意欲が湧いてくるみたいなものだと思うので、これはねすごい買ってよかったなと思ってます。はい、続いて最近手放したもののコーナーなんですけども、最近ね手放したもので言うと M3 Pro の MacBook Pro はね手放してしまいましたね。っていうのも普通に単純なんですけど、あまりにも M3 Pro MacBook Pro が良かったんですよ。これ想像以上に良くて、なんかね今まで使ってたこのデカめのねゲーミングノートとかよりも動画編集がすごい早いのと、バッテリー持ちが圧倒的にね、優れていて、なおかつそれなりにね軽量っていうところで、これはAppleやっぱ YouTube みたいな職種とかだと最強に強いなっていうのがあって、それならばもうこれいっそのことめちゃくちゃ強い MacBook を購入しようっていうところで M4Max の MacBook をね購入しているんですね。その流れで、M3 Pro の方がバッテリー持ちはすごくいいです。正直バッテリー持ちはすごくいいんですけども、動画編集とかあと日常の作業においての、快適性でいうとさすがにね M4Max の方が強くて、今回はねこれに買い替えて M3 Pro の MacBook Pro は売却してしまっています。ちなみに購入時の価格がだいたい50万円ぐらいで、そこからね1年ぐらい使ったんですけど、ちょっとね旅行に行った時にこうリュックにしまっておくと、これ結構ね画面が傷つきがちなんですよね。こうやって閉めると。前のね MacBook とかそんなことなかったんですけど、このデザインに変わってからはこのね正面からの圧に結構弱くて、旅行中荷物たくさん入れてる中で収納してると結構傷がついちゃうというところで、ちょっとね買い取り価格が落ちてしまって、ジャンパラで売った時にね16万円ぐらいでしたかね、だいたい3分の1ぐらいになっちゃって、これメルカリだったら30万円近くで売れたのになっていうのでちょっと後悔はねしてるんですけども、そんな感じで売却してしまっていますね。ちなみに M3MacBook Pro に関しては本当に良くて、動画編集でね 4K の結構重めの動画もかなりサクサクね編集してくれましたね。 Apple Silicon に変わってから本当に動画編集とかねすごいサクサクになったんですけど、特にね M3 Pro とかは全くね動画編集においては問題なくね使えていた印象があります。たまにめっちゃこうファイルをね重ねすぎたりとか、音声が6個ぐらいあるような状態とかだともたついてはいた気がするんですけども、それ以外の作業は M3 Pro のチップに関してはね全然問題なかったですね。どっちかっていうとメモリーとかの方がしんどくて 36GB だったんですけど、 36GB だと結構ねクリエイティブツールいろいろ開いてると、なんかもうアプリを終了してくださいみたいな、メモリが足りませんっていうのがすごい頻繁に出たんですけど、 M4Max 今 128GB なんですけど、それがね全く出なくなって、その辺はすごい快適になっています。多分ね 90% ぐらいの人は M3 Pro とかでも全然問題ないかなと思うんで、僕はね手放しちゃったんですけど、新たに購入するっていう人だったら中古で M3 Pro とかすごい安いから、そういうの買ってもいいのかなとか思ったりします。はい、というわけで今回の動画終わりにしようと思います。いろいろ紹介したんですけど、皆さんの物欲は刺激されるものあったでしょうか。というわけで、ぜひね気に入っていただいたらチャンネル登録もお願いします。あとコメントもお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。とばログでした。